骨書きの時には比較的新しいにかわのしっかり残った墨の方が良いと思っていて、これは小梅園の奈良の墨屋さんのですけど、スタンダードな墨です。大作の場合は着物の長い線、曲線がすごく魅力だと思っているので、その線が特に途切れないように筆の自然な流れでできる形を生かそうと思っていて、なるべく長く大きな線を引くために一本一本気をつけて引きたいなと。特に大作の場合はその一本一本の線の影響っていうのがすごく大きいので、この一番最初の段階は特にその長い豊かな線っていうのに気をつけたいなと思ってます。書いてる福田さん自体はい、全身使って書いてあ、るようなそうですそうです。本当感じなんです。になんかこう大作、私書くのすごい好きなんですけども、やっぱりこの体全体で向き合うっていうのがすごく好きで、商品とはまた違ったこうちょっと大きめの筆で体全体で描くっていうのが絵に向き合う時にはいいかなっていうふうに思ってます。胴体のこのこう脇にこう沿って流れていく線と、それからやっぱり一番大事なのがその背中にかけてのこの一番大きな外側のこのラインは結構大事だなと思ってます。ここがやっぱり自信がなくこうもたついた線になると、もう本当に絵の背骨みたいになるところかなと思っているので、そこが力強い線が引ける時に入れたいなっていうふうに思います。顔とそれから手足の肌が出てる部分のところにいつも赤みを入れていきます。いつも私は朱の赤口と黄口と両方使うんですけど、最後の仕上げぐらいにちょっとこう赤口を入れるとちょっとこうお化粧をしたような感じになるなと思って、ちょっと私は黄身の肌の方が好きなので黄口の方をよく使います。赤みが入って急にこう生き生きしてくるというのか、なんかこう鉛筆だったりハケで水を塗る時もちょっとこう手足だったり足の裏をちょっとくすぐってるような感覚になるんですけども、大作だと特に大きいので、こう目の前のこうモデルさんの手足に赤みを加えることですごい熱を加えていくというのか、なんとなくそんな感じでこう生きてる感じになるといいなって、こう憲法楽しいなって思いますね。なんかもうこれをするために書いてるような感じで、この時が一番楽しいですね。その赤みがある程度乾いたら、この髪の毛の本当に薄い墨でぼかし、この生え際のところと毛先にぼんやりした墨がかかるといいかなと。
ここすごく大事なところですごく緊張感を持ってやるんですけども、いいにじみというのかぼかしができてきたなと、良くなったなって思います。このために最初の2日間は準備してきた、そうですね、本当にひたすら地道な仕事でしたけども、この肌だったり髪の毛のこのぼかしだったりを入れていくのに絶対に必要な工程なので、ちょっとこの場面に来るとちょっとこの2日の頑張りが報われたなって思いますね。ちょっと下積みについて、はい、いろいろ伺いたいんですけど。そうですね、あんまり下図についてってお話ししたことがなかったんですけど、こういう作品が描きたいっていう発想から始まる時と、それからデッサンだったりからモデルさんの面白い形から絵が生まれることと多分2パターンあるかなと思うんですけど、今回のは写生もしてみたんですけれども、ポーズが本当にほとんど真上からのポーズなんですね。なのでいろんな形で記録を残して、ちょっとデッサンがアングル的に難しかったので、特に私大下図の時に線に不安が残っているとなかなか本制作に入れないので、あそこの形どうなってるかなとか、着物の柄この部分どうなってるんだろうっていうところがなかなかデッサンだけだと追い切れないところがあって、そこは私の未熟なところなんですけども、そこを補う意味でいろんなものを活用したいなっていうのがあって、新水さんだったり伊藤新水っているんですけれども、その本の中で新水さんの中でも写生をしたり写真だったりも使いながら描きたい表現を探していくっていうようなことをされてるんですけども、私はその写生をするのも大事だし、きちんと記録を残すっていうのも大事に思っていて、そんなことを新水さんも書いてはるんですけど、やっぱり使えるものはどんどん使っていいものを作るっていうのが最終の目的かなと思います。髪の毛の隅って私ずっとどんなものが合うのかなって探し続けてるんですけども、今回使ったのがこの焙煎っていうところ、今は製造されてないんですけど、墨作りの名人って言われてた人が作った残した墨なんですけど、これ売ってないですか？売ってないです。これが昭和の初め頃からかな、もうちょっと後かな。なのでいわゆる上村松園ですとか梶原久子ですとかが、この焙煎の墨を使ってたっていう記録も残ってるんですね。艶やかな黒っていうのが出る墨で、これがその女性の黒髪にまさしく合うんじゃないか、憲法ともすごく相性がいいんじゃないかっていうことで最近使ってるんですけど、特に今回めちゃくちゃ綺麗にその色が出て、墨なんですけどすごく豊かというのかなので、これを最近は大事に使っています。この辺りのちょっと色の濃いところが基本的に濃いんですね。この色黒が深くて濃墨に溶いた時にすごく濃いので、この辺りの生え際だったりちょっと深めるところに使うと、この辺だったりもそうですね、使うとめちゃくちゃ綺麗っていうので、よいしょ。よいしょ。一応これが今回使った絵絹です。よいしょ。
かなり厚手のものでちょっとベージュっぽいというのかかなり厚いの分かると思います。なかなかこれもちょっと昔の絵絹なので今販売されているものとはちょっと違う特殊な絹なんですけど、やっぱり昔はもっと絵絹の種類もたくさんあって、本当にこのぐらい厚手のものから薄手のものまでたくさんあって、私もこれ初めて見させてもらった時、今市販されてる絵絹に比べてもかなり厚手で、それから本当に生成り色で肌の色というのか、よく絹描く時最初に黄土だったり染料だったり引くんですけど、もうすでに引いたようなちょうどいい肌色になってて、すごく今回作品も制作しやすかったです。どうですか？昨日自分で夜にちょっと自画自賛してたんですけど、本当にいい墨の色がこの辺りだったり出ていて、よしよしって思ってたんですけど、やっぱり最初のぼかしがあって、ちょっとキリッと締まるところがあって、すごくこの後の道しるべがしっかりできたなというのが、すごくいい雰囲気になってきて、これはいけるなって今思っているので、もうあとはひたすら描こうっていうまだまだこれからなんですけど、でも最初のこの頃っていうのがうまくいくと、もう絶対大丈夫っていうのか、そういうのが見えてくる時ってあって、今が本当その時だなって。本当にたかだか3日4日のことですけども、結構そこがすっごく大事で、いい形で来れました。色を入れる作業はすごく楽しくて、もうどんどん手が進む時なので、すごく楽しく、やっぱり最初の人物の肌の表現だったり髪の毛の表現だったりがすごくうまくいったので、すごく気持ちよく迷いなく最後まで手を入れられたかなって思います。やっぱり今まで積み上げてきた自分の作品も大事なんですけど、それにとらわれすぎず自分の作品を追求していきたいなっていうのが一番あって、やっぱり一番怖いのが過去の再制作にとらわれてしまうというのか、そうなると作家として一番怖いなって、私が40代になったこともあって、どうしても今まで描いてきた作品とか積み上げてきたものっていうのが思った以上に自分でも力になったりもするし負担になったりもするので、でもそこの変化を怖がらずにというのか、そこはこれからまだまだ作家活動長いので、自分でとらわれすぎずに
表現っていうのは追求していきたいなと思います。